250年余り続いた江戸時代の日本は西洋とは異質で閉ざされた社会でした。その国は1868年の明治維新を経て西洋諸国に学び近代化を推し進めました。そしてその時代の転換点にあって単に科学技術や制度などの文明の形を導入するだけでなく、西洋社会の考え方やその精神の本質を見極め、日本人のあるべき姿を模索し続けた人がいました。それが福沢諭吉です。皆さんこんにちは、山内啓太です。このコースでは福沢諭吉という日本が真に近代化文明化するために社会の問題を鋭く指摘し格闘し続けた人物を通じて、独立文明という言葉をキーワードに個人、社会、国、そして世界の在り方を考えていきます。福沢諭吉は200年近く昔に低い身分の侍の家に生まれ、封建的身分制度に違和感を持ちながら少年時代を過ごしました。満19歳の時からオランダ語を通じて西洋の学問を学びます。さらに英語を習得し、当時まだ外国を見た人がほとんどいない時代に3度の海外体験のチャンスをつかみ、西洋の社会をつぶさに観察しました。こんにちは、戸倉武之です。ここは日本で最初に演説が行われた場所です。福沢の面白さは表面的な技術の発展だけに目を奪われず、何よりも西洋人の社会の気風に着目し、それを作り出しているものについて考えたことです。彼は人を育てるために日本有数の私立の教育機関を創立、コミュニケーションの重要性を感じて演説を実践、さらに社交クラブを設立、ジャーナリズムの活性化を志し、日本一と自他ともに認める新聞を創刊、官に頼らず民の力で国の近代化を進めようと多くの門下生を実業界に輩出しました。福沢の生涯は格闘の連続だったと言えるでしょう。国の在り方、官と民、男女や家族、学問と人間などへの新しい視点を世の中に説いていくために、言葉で戦い、人を育て、多くの人と対話をし続けました。福沢が目指した社会は実現したのでしょうか。実は多くの課題がまだ残されたままなのではないでしょうか。福沢諭吉の150年前の模索と苦悩は、日本社会が大きく変化した時代の興味深い過去の歴史としてだけではなく、現代の世界が抱える課題を気づかせてくれることでしょう。我々が求めるべき文明とは何なのでしょうか。